電力事情がまずくなってきましたね切迫してきてる感じがするんだ。もうだから使えるのって 7% ぐらいしかないってことやからな。昨日の一番下がった気温は 13.2 度でしたね。ウェットティッシュも買ってますか？はい、買ってます。あ、落とすんでほらいた。わかるわかる。今下がね見えてると怖いんですって。この湖上の上をこうやって見えますかね。これですね。これがアイスバブルっていうんだと思います。さっき洗車したらもう凍ってきてますね。それが北海道の旅の予定はこんな感じで書いてきてます。車内がもうわっさーひっくり返ってきましたね。今日はなんちゃんの運転ですか？ただいまの時刻は8時31分ですね。もう少ししたらこの道の駅の物産館が開くかなと思って待ってます。気温なんですけど、最低気温はマイナス 17.8 度まで下がりましたね。室温はマイナス 0.7 度まで下がったんで、まあ寒かったですね。母ちゃん、はい、車内がもうわっさーひっくり返ってきましたね。もう本当にわっさーなってます。わっさー、もう荷物減ることはないんでね。そう、なんかいろいろ買ったりして増えていきますもんね。バッテリーのことがね、いろいろ気になるから。そうですね。まあ、やっぱ一晩で結構ねなくなっちゃうんですね。昨日80% 後半ぐらいから始まったかな。でもう 32% で 50% ぐらいも減っちゃってますね。まあでもこれは寒さの影響もやっぱりあるかなと思います。ここまでね減ったかなと思うんですけど、やっぱりね寒いんで減りが早いですね。で今31っていうのはこれはソーラーから入ってる充電ですね。FF ヒーターをつけて冷蔵庫をつけて、であと、照明はついてないから、それで121ワットほど、130ワット、今レンジ開けましたからちょっとつきましたね。ご飯お待たせです。ご飯食べたい人。はーい。はい、じゃあここ置いとくね。父ちゃん見て。よだれが怖い。よし。よし、いいよ。今回の旅の予定、北海道の旅の予定はこんな感じで、もうボロボロになっちゃいましたけどね、こんな感じで書いてきてます。でこの辺まで14日目ぐらいまで書いてるんですけど、この先はねちょっとどうなるかわからないんでもう書いてないですけど、初日黒松内に行って、で次の2日目に道の駅恵庭サーモンパークに行って、で3日目に帯広に入ってきたっていう感じですね。で今日4日目なんで、昨日メト温泉行きました。で今日4日目で然別峡観音温泉かな、ここに行くかタウシュベッツ川橋梁ですかね、なんか入れるかもしれないっていうことをねコメントでいただいたんで、もし行けそうだったらそっちも行きたいなと思ってるんですけど、そうするとこの然別峡観音温泉は行けないかもしれないですね。かんちゃん、はい、じゃあ道の駅の物産館が開いたので、はい、少しね見に行っていきたいと思います。もうかっつり通って融雪剤がもう怖い。今日どこかでね洗車もざっと水で流したいなと思ってます。はい、もうこまめにやります。はい、ここゴミがね
引き取ってくれますね。240円で40リッターのゴミを引き取ってくれますね。こういうの便利ですよね。はい。じゃあ引き取ってもらいましょうか、これね、ゴミね。そうですね。はい。じゃあこれゴミここで一度引き取ってもらいます。これからですね、はい、タウシュベッツ川橋梁に行こうと思います。で、これね、行けないと思ってたんですけど、昨日コメントで、行けますよって言ってね、教えていただいたんですね。で、去年の1月から古城立ち入り禁止になりましたみたいになってたんですけど、で、それがね、今調べてもやっぱりそうなってたんですね。で、今朝、そのコメントをいただいてから、今朝問い合わせてんな、はい、観光協会かな。上士幌観光協会だったかな。はい。多分上士幌観光協会だったと思います。そちらの方にね、問い合わせてみたら、昨日の7日から入れるようになったっていうことだったので、これからタウシュベッツ川橋梁見に行ってきたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。今日も一日、えい、あー上手。上手でした。にゃんちゃんの運転ですか？今日は僕が運転するわ。大丈夫かな？上手に運転する。スピード出さないようにでお願いします。スピードは出さないわ。めんどくさい。私ですよ。多分タウシュベツ川橋梁があるの。このダム、人工ダムの向こう側ぐらいじゃないかなと思うんですけど、もう少しですかね。はい。トンネル入ります。かーちゃん、はい、ここは東大雪自然館ってなってますね。はいはい、ここにトイレがあったのでトイレをお借りしようと思います。で、もう少しで着くと思うんですけども、はい、気温がね、天気はねすごく晴れてるんですけど、こんな感じで綺麗な空やな。気温が低いですね。大丈夫かなと思ったんですけど、めっちゃ寒いです。はい、じゃあトイレをお借りしたらタウシュベツ川橋梁、はい、なかなか言いにくい。北海道ってやっぱり慣れない読み方とか言いにくさがあるよね。アイヌ語？アイヌ語っていうんかな。人のウポポイとか。なんか多分ウポポイだ。ウポポイだと思うんですけど、言い方、ウポポイって言ってしまう。なんでやろうな。それは勝手な個人の意見ですね。ちょっとテンションがそうなんかちょっと上がっちゃうんですよ。ウポポイって。いや、決してバカにしてるとかそういうことではないです。そういうなんか雰囲気がウポポイっていう楽しいイメージがありますね。はい、失礼しました。なんか外国の観光客の人みたいなおるで、そういう人。なんか歩き方不慣れな感じで。ですね、今地図をいただいて、でここから10分ぐらいというはったかな、15分ぐらいというかな、そこに駐車場があるそうなんです。で、道の脇にあるみたいで、そこから歩いて1時間ぐらい古城を歩くみたいですね。で、スノーシューとか漢字機は今のところいらないみたいですね。なんかそんなに多分あると逆に邪魔になるかもしれませんねって言われたんで、スノーブーツでそのまま行きたいと思います。古城を歩くんで、やっぱりとこどころ薄くなってたり、凍ってないところ、薄氷の上に雪が張ってたりするそうで、落ちないようにって言われました。それってどうなんやろうと思ったんですけど、落ちたらどうなるのかなと思ったら、水深は20メートルぐらいですって言われた。そうですか。これがね、やっぱ北海道にいいとこですよね。いいとこです。本当にいいとこだと思います。人が踏んでいった後を狙っていくようにって言われました。なのでちゃんと言われたことを守っていきたいなと思ってます。はい、じゃあ行ってきます。まずは駐車場まで。これですね。両サイドに止める場所がありますって言われてたので、ここですね。本当に天気良くて、この後天気荒れるからって言ってましたね。これですね。これをどっち側に止めても多分いいと思うんですけど、のがいいかな。
今からじゃあタウシュベツ川橋梁見に行きましょう。かなり、ね、気温が低くて風が強くなってきましたね。でナギもね一緒に行きます。ワンちゃんもねマナーを守って行ってくださいっていうことだったので一緒に行くことにします。でダウンを着て、で下に家内が作ったこのレッグウォーマーしてます。で靴ね持って行ってるんですけど、靴履くとね歩きにくくなるんで、とりあえずレッグウォーマーだけで行きたいと思います。ここからですね入っていけるようですね。ここに書いてありますね。今がここですね。でここからずーっと自転車ルートって書いてあるね。自転車で行けるのこれ。じゃあ母ちゃん、はい。おおめっちゃ綺麗に映ってますよ。じゃあ行きましょう。はい、1時間往復で2時間、はい、頑張りましょう。はい、手先がねすでにもう冷たいですね。これ家内が手袋の中にカイロ入れてくれてるんで、手袋よ、足裏よ、足裏よ、ね、だからそこにちょっと手を当ててしばらく温めてからじゃないと手先がもうめっちゃブンブン。多分これねカフェじゃないかと思うんですよ。開いてない。本当だ。これですかね。この湖上の上をこうやってすると氷が出てきますね。これですね。これがアイスバブルっていうんだと思います。この氷の中に空気が入ったまま凍ってる状態ですね。ここのアイスバブルはすごく分かりやすいですね。もう上に浮いてきたところで半分凍ってすごいな、こんなことなんですね。不思議ですな。なんか下がね見えてると怖いんですって。めっちゃ怖い。下だって割れてるよ。割れてるっていうかまあ大きくね太い氷が中で割れたりしてるんですけど、もういやもうこれはね本当にすごい景色ですね。もう見たことないです、こんなの。すごいです。本当に美しい。来てよかったなって思います。これもうね撮影いっぱいしたくて全然進まないんですよ。よだれめっちゃ大変寒くてね口がねやっぱ閉じれなくなってきて、もう本当にもうこれ来れるんやったら絶対来た方がいいな。本当に綺麗、ね、もうたまたまね明日から天気が荒れるっていう風に言われてるんですけど、今日はたまたまね天気が良くて、風は強いですけどね、綺麗に見えるね。めちゃめちゃ綺麗です。風がある分をそうね、雪煙がね立つんですよ下から。でそれがまたねすっごい綺麗で、ナギもね楽しそうに遊び回ってます。映ってるんじゃない？すごい走ってってますね。すごい。あそこわかるな。すげえ。画面で映ってるかな。すごいよなあれ。
もう崩れかけてて、いつまでね見れるかわからない中でなんとか見れてよかったです。ちょっと遠いですけどね、歩いて結構厳しいですけどね、寒いし、でもねこれは価値があると思います。代表一緒に来ました。ああ、母ちゃんどうですか、感想一言で。一言どういう意味でいいですか。ああ、なるほど。そうかそうか。あ、そうか。多分分かれへんから通るだけやな。見てる人はみんな分かってたよな。なるほど。分かりました。はい。それ一言上手にやりましたね。はい。じゃあ戻りましょうか。ちょっと早めに戻らないと雲行きが怪しいんですね。で、ガイドセンターなのかな。ここのね行き方を教えていただいてるんですけども、遅くならないようにと言われてるので。早めに戻りたいと思います。もうあの辺から怪しい雲が、もうあれ雪雲じゃないかなと思うんで、風がこう吹いてるんでもうすぐ来そうですね。じゃあ戻りましょう。はい、とっても美しかったですね。本当に美しかった。今キャンピングカーに戻ってきました。気温はねマイナス 4.8 度とかですね。もしかしたらマイナス 5.3 度が一番低かったですね。これが湖上の気温でした。歩くのね結構疲れましたね。かなり歩きましたね。これからですね道の駅上士幌まで一度戻ろうと思います。でその後ね帯広へ行って、で万世温泉に、山の中にある芦別峡温泉だったかな、そっちへ行こうと思ったんですけど、今日はねもう時間が間に合いそうにないんで、でもそのまま、海沿いの方まで出ていく感じになるかなと思います。はい、じゃあ出発します。めっちゃ綺麗でした。いやもう疲れました。もう疲れ切りましたね。もう寝ようとしてます。母ちゃん、ここは道の駅音更ですね。なんかナビでやるとね音更全然違うとこ行ったんですよね。もしかしたら道の駅自体が新しくなって移動したのかもしれないですね。私のナビが古いんで、ここでねご飯食べれたらもう食べたいなと思ってるんですけどね。さっき洗車したらもう凍ってきてますね。それがすごい寒いんやな。母ちゃん何食べることになったんですか？私の好きなドリアです。ドリア、はい、若いでしょ。胃が若い。いや、父ちゃんの方が若いと思うよ。カツ丼朝から食べれるし。あ、こんなんある。かわいい。これは何ですか？これ。ミートパスタ、ベーコン。ベーコン。どういうの？四つ葉のソフトです。母ちゃん、弥生の湯、はい、万世温泉に行こうと思ったんですけど、閉まるね、30分ぐらい前に着くんで、入ってもねもうバタバタするかなと思って、でそれにもし渋滞とかでねもう入れなかったら何しに行ったかわからないなと思って、もう万世温泉は、明日の午前中とかにもし行けたら行こうかなと思ってます。はい、景色もねそっちの方が見れるので、万世温泉ってね景色がすごくいいっていうことで、それで行きたいっていうのも一つの理由だったので、夜行っても見えないですからね。なので、明日行けたら明日行こうかなと思ってます。はい、じゃあここは十勝、帯広市ですね、の弥生の湯、もう都会というか町の真ん中にあるような感じですよね。天然温泉でも源泉かけ流しとかって言って、で安いんですよこれ、500円で入れるとか、結構種類があるみたいですよ。車が
がたくさんだからはいはいはい、広いかもしれないですね。ただね、もう気温がものすごい低いんですよ。ものすごいって言っても、もう、まあ、低いのはね、もうだいぶ低いのを経験したんですけど、なんか寒いな。チーンと街の寒さってこれなんかあんまり雪あって楽しい寒さじゃないな。鍵が開かなかった。はいはい、また鍵凍っちゃってねでした。じゃあお風呂行ってきます。弥生の湯さん、どうでしたか？人が大きかったです。人がめっちゃね、めちゃめちゃ混んでるんですよ。めちゃめちゃ混んでるけど、まあ施設が大きいんで、でこういうスーパー銭湯にしたら安かったよね。500円、うん、で露天風呂もあって、で源泉かけ流しで、それは人気だろうなと思いました。はい、じゃあここからですね、ちょっとまだ迷ってます。明日からね、天気がね、海沿いへ行こうと思ってたんですけど、海沿いは雨ですごい風になるらしいんですね。でね、風がやっぱちょっと気になるんで、山手の方に上がろうかなと思ってます。はい、ではまた決まり次第ご報告したいと思います。で、晩ご飯なんですけど、前にイオンかなあるんで、スーパーでお弁当でも買いたいなと思います。はい、じゃあ買い物行ってきます。左です。あれ？うん。キャンピングカーが多いから。ここは道の駅ガーデンスパ十勝温泉ですね。で、ただいまの時刻は9時8分ですね。ちょっとね、サブバッテリーが心もとないんで暗い感じではい、もう電気節約で、もうポータブルもしっかりと使ってなんとか今夜乗り切ろうという感じですかね。で、今日はタウシュベッツ川橋梁に行ってきたんですけども、そこでの撮影がすごい時間がやっぱりかかりましたね。歩いて行って1時間、帰ってくるのに1時間なんで、それだけでも2時間かかって、でそこから撮影入れてやっぱり3時間ちょっとぐらいかかったかな、帰ってくるのにね。で、ナギがねやっぱすごい疲れて、ナギ頑張って歩いてるんだけどね頑張りましたね、本当に頑張りました、はい、でそこから道の駅音更でご飯を食べてんな、はい、ご飯って言ってももう私たちにとってはお菓子みたいなご飯でしたけどで、夜そのまま寝ようかなと思ったんですけど、ちょっと心もとない、それをサブバッテリーと同じ私たちのお腹も心もとないなと思って、でスーパーでね、ちょうどスーパーがあってね、お風呂のところに、でこのね天丼と、かなり焼きそばが好きなんで焼きそばとどん兵衛ねと、あとはこれはなんか巻物、いやもう全部 40% 引きみたいなのを買ってきました。はい、じゃあご飯いただいて、もう疲れましたね。やっぱ歩いて疲れたねそうですね、疲れました歩き慣れない氷の上っていうそうのが結滑構ってね、でですね、結構下が割れることはないと思いつつも、なんか気を使いましたね。いや、割れるんじゃないかと思って、ヒヤヒヤして歩いてたんで、ね、これめんどくさなってました、バリって言ってたんです。バリって、バリっていうか、氷がこうせり上がっていくゴンっていう音みたいなのが鳴ってたんですよ。で最後のところでもう浅い下が砂利のところで薄氷しか張ってないから、バリ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 って歩いたらバリバリ言うんですよ。それでこれって言われて、下もう地面ってなってましたけどね。はい、じゃあご飯いただきましょう。はい、はい、そうで、ただいまの気温は外気温マイナス7度になってるんですけど、多分もっと寒いかなと思います。もうなんか体感で大体どれぐらいってなんか分かるように、手の痛さで大体分かるようになってきました。もうマイナス7度ってことはない。もうやっぱり下がりましたね。もう10度ぐらいはすぐマイナス10度ぐらいはすぐ行くんじゃないかなと思います。はい、鍵穴がね、凍ってそう後ろのねリアエントランスのドアは普段はねキーレスでコントロールできてるんですけど、寒くて
どうもね硬くなっちゃっててキーレスで動かないんですね。反応はしてるんですけど締め切らないみたいになってるんですよ。でそれで鍵でずっとやってるんですけど、今度は鍵穴が凍っちゃって、凍っちゃってというか洗車してね凍っちゃったんですよね。洗車して水が入って凍っちゃって、それで今後でドライヤーで温めながら乾かそうかなと思ってるんですけど、で氷解スプレー買ったんですけど全くダメなんですよ。ダメですね。あれなんやろうな、なんか不良品が来た、なんかそんなことないと思いますよ。あんなあかんのかな、全く効かへんよな、鍵穴って書いてあるのに。なんぼなんでももうちょっと聞いてもいいやろと思うねんけど、そうですよね。全く効かない。使い方が悪いって言ってもシュッてスプレーしてって書いてあるんですけどね、全然ダメで、やっぱりお湯が一番効きますね。結局ね、ぬるま湯熱いお湯じゃなくてぬるま湯にしてやるんですけど、でも結局ぬるま湯にしてやると凍っちゃうんですよね。その時は大丈夫だとしても後でやっぱり水なんで凍っちゃうんで、結局ドライヤーがやっぱりいいかな。ぬるま湯にやってドライヤーで乾かす。ドライヤーでやっぱ乾かさないと水分があったら凍るよね。今日頑張ったのじゃんなあ。はい待って、はいご上手。はいもう一回。上手、もう一回。上手。せーの。ただいまの時刻は10時31分ですね。で、外気温なんですけどもマイナス 12.6 度です。明日はね迷ってるんですけどね、やっぱり予定通り万世温泉行って釧路へ向かおうかなと思ってるんですけど、雨で海沿いはすっごい風って予報が出てるんですね。風出ると怖いんですよね。迷ってますまだ。はい。じゃあね、今夜は寝たいと思います。おやすみなさい。じゃあかっちゃんコーヒーいただきましょう。はい。
ただきます。はいじゃあおはよ今気温がマイナス 7.4 だよな。昨日でもそんな下がらんかったよね。今今マイナス 7.4。そうなんだ。昨日マイナス 13.2 度やな。あそっか15度ぐらいはいったかなって感じだったけど。 13.2 度やったな。う雪がないとめっちゃ寒く感じるな。んそうだね。また風がねなかったからそうやな。風がだからあれ風あったらもうめっちゃ寒いやろな。寒く感じるけどね。電力事情がまずくなってきましたね。もうだいぶいろいろねちょこちょこ出てくるね。切迫してきてる感じがするんだ。もうあと 17% とか 6% しかないやろ。あともうだから使えるのって 7% ぐらいしかないってことやからな。それがなかなか厳しい。今日は RV パークどこから探していこうかな。電気一回充電してからしてな。ポータブルはあと2機残ってるかな。でっかい。でもこのな一番大きいやつが怪しいやろ。寒さでかなんか急になくなってん。100% から急になくなってん。あれ気になっている。今日ちょっと疲れて距離走るのはもう嫌いなと思いつつ、でも電力ないから走らないとってジレンマに陥ってるな。 RV パーク RV パークがねこの辺じゃなくて釧路行ったらあるかな。でも釧路まで走ったらまあ RV パークいらんかなって感じかな。 RV パーク自体がちょっと少ないんやな北海道今の時期空いてるところっていうのが。本州やっぱ多いよな RV パーク。そう思えばそう思うとなんか行きたいなと思ったらすぐ取れる感じするけど、北海道はやっぱ少ないよな。ちょっと少ないかまだな。だからメト温泉とかさな。やってくれたらいいねんけどな。電話せなあ、そうや電話かかってきてんな。あ、そうや電話一回電話かけ直してなんか状況がなんかもしできますっていう話やったら行ってみようか。電気も充電させてくれ電気なちょっと電気欲しいな。電気欲しいわ。電気夏みたいなさ切迫感はないねんけどさもう全くなくなるやん夏って。いやそういうんじゃないんやけどなんかじわじわくる感じやな。なんか毎日かなり節電が始まってるな。あじゃあなんだやった何するのそんな。こっちから見たい。ああいいよ行って。いや早く。朝ごはん食べましょう。これ一番これ最初食べたの。今日で10日目か。あ10日目。あそうでコインランドリーも行かなかった。コインランドリーもあるはあるんだけどねまた戻ってこないといけないっていうのが。タイミングよく行けたらいいけどな。まあそんなうまいこといかへんね。コインランドリーはコインランドリーで行かなあかんね。たまたまあったらいいんやけどなお風呂とかに。パイかな紙かな。分からんかったら出しといたら。うん綺麗に取れたんだね。だからなんか紙かな。静電気がすごいもう何ピリッて。鼻冷たいな。でも冬の北海道の方が結構好きかもしれんわ。いやでもこの寒さはやっぱり体に応えてくるなとは思うけど、温泉のあったかさとかさ身に染みるな冬の方がうわーってなるね。あと季節のいい時に虫多いやん北海道って。めっちゃ虫多いからさ虫全然おれへんから。心配やもんね。そうないわな、まあでも寒かったら寒いでなやっぱり心配なことはあるけどまあでも美しい景色は北海道でしか見られへんっていうなんか感覚は
すごかったな。でも太陽でだいぶ溶けたな、外の氷は。あ、こっち日陰の方は凍ってんな。ドアも凍ってんな、ちょっとバリ言うて。昨日の一番下がった気温は、マイナス 13.2 度でしたね。室温は 2.2 度だったんでマイナスにはなってないですね。母ちゃん、道の駅ガーデンスパ十勝温泉の物産館が開いたみたいなので、今から見ていきたいと思います。何か買えるものがあったらね、買いたいですね。じゃあ行ってきます。天気がめっちゃいいですね。天気今日荒れるんですけどね、この後。今はいい。今はいい今はいいです。ここはね、温泉があるんですよね、敷地内に。ここは敷地内にあるんやな。中から行くんやな。中からやな。そうやね。あ、パン売ってる。カレーパン揚げたてとかやっぱりこれでしょ、温泉。本当だね。水着がいるいね、やっるんじゃない。ぱり。宇宙外で全てが男女混浴やね。足湯ありますよ。多分、あ、ここか。あ、これですね、足湯を。あ、結構暑い。あ、いい感じ。かなりあったかいよ。モール温泉？多分モール温泉だと思います。匂いがイソジンの匂いが少しするんで。押すんじゃねえよ。押すんじゃねえよ。今狙っとったやろ、完全に。だって頭かなり畳んで入っとって今押せっていうことやねんなと思って押したんやけど、匂い忘れたよ。もうちょっと押してちょっと浸かるぐらいまで行きたかったんやけど。いらんそんな映像いらんわ。いりますよね、そりゃ。この人すぐ狙うんですよ。もうね、やたらお尻突き出してくるんで、あ、そういうことかなと思って。入らんのかい。入る入りますか。あったかいというか結構暑いかも。ちゃんと今日もちょっとつけたい。手チンチンが。ああ、いい感じ。暑いんだけど。めっちゃいい。ああ、俺はいいぞ。これモール温泉やな。これ暑すぎる。イソジンの香りする。あ、暑いな、確かに。あ、俺なんかバカになってんや。そう暑い。あ、気持ちいい。あ、これぐらいあったかかったらいいな。足湯ね。ここ良かったですね。可愛い。あと足湯がね、最高に良かったです。で、パン買って、はい。で、あとね、パスタね、このパスタはホタテがいいのが手に入ったら、まあ安くていいのが手に入ったらパスタしようかなと思います。平麺タイプ。はい、買いました。北海道産の小麦粉で。はい。まあそんなうまくいくかわかんないですけどね。卵。はい、卵ね。お米を食べた。はい。で、あとはハッカの油ですね。はい、これ。北海道ならでは。はい、これ買いましたからね。はい、持って帰ります。お土産ですからね。はい。あなたにあげますよ。誰やね。お父ちゃん。言わんでええね。じゃあ母ちゃん、こっからですね、海沿いはできるだけ今日は走らない方がいいかなと思うんで、風がねかなり予報ではかなり強いようなんですよ。ここ吹いてないんですけど、無風。もう10何メーターとかって言ってもう台風みたいな風が吹くみたいなんで、少しねキャンピングカーで走るのは怖いかなと思うんで、海沿いにある番泉温泉っていうところに行って釧路に行こうかなと思ってたんですけど、海沿いをずっと走るのはちょっとね危ないかなと思うので、このまま直接
釧路の方に向かってって、そしたら海沿いを走るのは少しだけだと思うんですね。なのでここから直接釧路の方に走って海鮮丼を食べたいと思います。わお、それは早く行きましょう。はい、多分食べれると思いますもう本当わからないんですよそうですね、はい、予定通りに行けるかもわからないし、時間がかかったりとか気象条件によってもすっごい時間がかかったりするんで、やっぱりまあだからね、日程長く取ってるんですけど、まあ食べれるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ釧路の方に向かって出発します。行ってきます。ここのね、足湯最高でした。足湯が良かったです。本当最高でした。無料です。温泉は水着が必要になります。はいはい、ぜひ水着を持って入ってみてください。母ちゃん、今十勝川の橋を渡ってますけど、これ覚えてますか？十勝川。はい、ジムニーでこれ通って同じ景色撮りましたよ。そうか。はい、じゃあその景色撮ってください。登ってます。川が凍ってましたね。すごいな。ところどころ水が流れてるようにも見えましたけど、基本的には凍ってる川でしたね。ここは前ね、家内と2人でジムニーで来たんですけど、違う景色に見えますね。今回はナギも連れてね来れたんでよかったですね。前回ここ来た時はね、寂しかったんですよすずちゃんいなくなってでも今回はナギと一緒にこういう同じ場所にね家族が増えて戻ってこれるっていうのはね、嬉しい限りです。もちろんすずもいますけど、ここに沿いにキワキワか、風今夜どうやろうな。母ちゃん、ここは道の駅白ぬか恋門館でいいのかなこれ読み方間違ってるかもしれないですねで、ここは RV パークがありますね。ここもね候補の一つなんですけど、風がね今夜強くなるんで、それが心配なのと、でねトラックレーンが、目の前なんですね。でこの状態なんで夜ねちょっとうるさいかなと思ってて、でもう一つ RV パーク問い合わせをしてるのが、今日もう電気がないんで今日の夜は RV パークへ行かないともうえらいことになると思ってるんですね。でもう一つの場所が道の駅単調の里だったと思うんですけど、そこにある RV パーク阿寒単調の里ですね。そこはねここからね35キロぐらい離れてるんですね。でそっちと迷ってるんですけども、ちょっとこのうるささは気になるんで、そちらの方に行くかもしれないですね。はい、ではまあとりあえずねここの道の駅見ていきたいと思います。ハンコもね押したいんで。じゃあ高圧洗浄も利用込みやって、これさっき思った今これ。結局ですね、ここの RV パークをお借りすることになりましたっていう理由がですね、今キャンペーンをやっているそうで、込み込みパックって言って、冬季ですね、冬季限定で全部入って2500円で、それもこういうサービス券がついてくるんですね。でこの中で一番びっくりしたのが1000円の割引券、パン屋さんで使えるって言われて、もうそれでピンときたんですけど、1000円の割引券もついてるんですね。で、それで RV パークの Wi-Fi と電源込みで、もちろんゴミステーションとかも使えるのと、あと高圧洗浄、これも使えるチケットをいただきました。これで、明日の朝、海沿いなんで、海風気になるなと思ってたのと、もちろん冬場なんで融雪剤がもうこんな風にべちゃっとついてるんですよね。で、これを洗いたいので、これがついてるのも魅力的で、なので実質1500円でこれ全部ついてるっていうことですね。サウナと入浴サービスもついてます。入浴って言ってもシャワーですけども、これはね。これはね、もう、はいってなりましたよね。高
末洗浄とそのお土産1000円っていうのは、はいはいやっぱり魅力でしたね。はい、でしたね。はい。で、今からですね、釧路の和商市場っていうところで海鮮丼を食べて、そうで、こっちに戻ってくるっていうことになります。はいで、今日はもう電気の心配これでないんで、で、嬉しい20アンペアなんで結構なアンペア数ですから、はいこれはもう今夜ははい。合流できますよ、いやーよかったね、母ちゃん。にゃんさん。はい。もう今夜安心して、はいもうちょっとホッとしました。眠はい。はい。電気心配だったんで、もうこれで安心です。はい。有料って書いてる。有料やけど、和商市場のなんかが多分、受け取ってください。これって和商市場で何かもらうと、買い物するだけスタンプあ、わかりました。30分無料。はい、ありがとうございます。 30分。ここは釧路市街にある和商市場っていうところに来ました。はいここに、海鮮丼ご飯を頼んで、でネタをですね、一枚一枚買うシステムがあるみたいなんですね。それが地元の魚が安い、すごく安くで食べれるっていう風に聞いたので、ここに来てみました。めっちゃ楽しみにしてたんで、楽しみです。はい、じゃあ和商市場で海鮮丼楽しんでいきたいと思います。行ってきます。このところですね、和商市場。あ、いててる。段があるかと思った。段なかった。すごいね、ここ全部だわ。すごい。これ250円。安いできるんじゃないのこれ。ナイス。あ、れあれここで買うんかな。カニ汁とかもらって。勝手丼用ライスここやわ、ほんなら。どうぞ。ご飯はこれからですか。あ、ご飯これからです。好きなネタあ乗せて。、あそこだけじゃない、いろいろあるんやな。かき1個150円。母ちゃんやっぱりすごいですね、ここは。ちょっともうびっくりしました。はい、もうめっちゃ安いし、いや買いやすい値段で売ってますね。はいはいここは買えるぞ。びっくりするぐらいすごい、安い。安いですね。母ちゃん、はいここでご飯を買って、はいはい今このご飯屋さんっていうところがあって、ここでご飯を買って、で今からここにネタを乗せていくっていうことになりますね。はい。ありがとうございます。はい。こちら乗せていただいていいですか。はい、ありがとうございます。すいませんこ。ちらで盛り付けしますからね。あはいはい。どうぞ食べたいの言ってください。これブルーシールねついてるのは釧路産になってます。あ釧路産ゴールドシールは北海道産のシールにあなってますからね。ポッケ1枚ずつ乗せてもらっていいですか。一枚ずつ。はい。あと日清も1枚ずつお願いし一枚ずます。つ。はい。あ、マダイも1枚ずつください。ホッキ貝。生もあります。あ、生あるんですか。生ありホッキ貝の生の方がいい。あ、でっかいな。で1枚で1枚どっちかに乗せててもらっていいですか。はい。でっかいやな。あー、なるほど、すごい。桜マスってこっちで取れてるやつですか。はい、釧路さんであ、これも1枚ずつお願いします。かんちゃん、和商市場の海鮮丼、はい。結構豪華になりましたね。豪華になりましたね。まあ豪華なんですけど、安めで買えたんじゃないかなと思います。まあネタね、安いネタばっかり選んだら、それ何枚何枚みたいなね。 50円からをあったね。そうだから50円10枚乗せたら500円。安い。そう考えたら安いですね。いろいろ乗せちゃうとある程度の値段にはなるんですけど、でもこれはね、楽しかったです。はい、楽しかったですね。はい、なんかうまいことお盆に乗せられて連れて行かれるんですよね、こっちってなるほど、こういうことかと思って、うまいこと選ぶ前にも乗せられちゃうっていう、あれすごかったですね。ちゃんとね、ご飯のこう避けてくれてて、まだ隙間があるよって感じでね。そう広げないでかなり寄せてくれるんですよでもっと乗せた方がいいんじゃないっていう顔されるんですねこれはなかなか商売人ですよね。芸術作品ができました。私はエビとか食べれないんでこんな感じで、はい、いただきます。これ日清かな、日清だったと思う。ちょっと日清がね、やっぱこっちに来たら日清食べたかったので、じゃあいただきます。これさ、足らんかったらまた買いに行ったらいいね。そうですね。これはね、生のホッキ貝ですね。これでっかいですよ。
もう1枚こう半分。おお。ちょっとこのまま食べよう。美味しい美味しい。これは食べれない。美味しい美味しいわ。これは美味しいな。大きいがうまい。駐車場もこんな感じで広い場所に止めることができるんで、まあキャンピングカーでも十分来ることができますね。はい。30分までが。あ、そうでしたね。30分までが買い物したら無料でしたかね。はい。ゆんちゃん、いらっしゃいいらっしゃい。はい、久しぶりですね。いらっしゃいいらっしゃい。はい、じゃあここはどこですか？ここは和商市場だよ。どこの和商市場ですか？ここは北海道だよ。釧路が出てこない。釧路の和商市場ですね。はい。で、何買いましたか？今日はですね、はい。にゃんちゃんも食べれるかな。あ、そう、今日は何も食べれますね。にゃんちゃん、あらー、はい。おひょうです。おひょう買いました。おひょう買いましたはい。はいおひょう527円。安い。結構なでっかい肉厚です。肉厚で安い。ははい。あとね、ちょっとね、見せれないんですけど、これ白子ですね。はい、半分にしてもらった白子と、はいちょっと一盛り多かったんで半分でお願いしました。で、これはね、はいこれも見せない。ちょっときついな。これ袋に入れてくれてんのかな。入れてると思いますけど、もう危ないと思います。あ、この辺で。はい。はい、こんなはい、感じで。はい、中に、はい、カジカですね。なんじゃそれやめない、はい、カジカです。はいカジカを買ってみました。これを鍋で食べます、今日ね。で、それシシャモですね。あ、これはね、もう国産の北海道のはい本当のシシャモ。釧路で採れたシシャシシャモモです。なかなかね、シシャモね、釧路でそうそうそう食べれないですよね。食べれないこんな感じですはい、こんな感じ。はい、出てます。やだダメ。はい、こんな感じ。はい、はい。すごい美味しそう。はい、じゃあ次の行き先決まっていません。RV パークに帰るか温泉に行くかまだ決まってないんですけど、これからそれを検討してね、まあ今日の夜はねもうゆっくりしたいなと思ってます。はい、じゃあ出発しましょ出発せーの、進行。う。はい。違います。魚屋さんです。今道の駅白糠に戻ってきました。で今夜はねここにある RV パークに泊めさせていただくことになりました。で景色はこんな感じ、もう後ろが海で、今日はね今夜風がめっちゃ強くなると思うんですけど、ここは電源込みとかで2500円で、電源込み高圧洗浄でシャワーサウナでゴミステーションで、あと1000円の商品券もついて2500円で、実質1500円で全部ついてるっていうことなので、もうほとんどね施設使用料でもう元が取れるぐらいな値段なんで、もうお値段に負けてここにしました。でも今夜は多分揺れると思います、風でね。でここは20アンペアまで使えるんでかなり余裕で使えると思います。今日はねじゃんじゃん電気を使いたいと思います。こんな感じになってます。この運転席の後ろに外部電源があります。手が冷たい。よいしょ。寒い。はい、できました。これで電気取れるんで安心です。